哦，这之前的他。そうか。終わりか。就被吸入漩涡之后。やあ、はじめまして、ルーデウス君。すみませんが、どこのどなた様で？見ての通りだよ。よく見えないんですが。僕は人神だ。神様だよ。はあ、人神。君のこと見てたよ。なかなか面白い人生を就是送っているじゃ他ないか。能让陆迪转世的吗？覗きですか？そう、面白いから見守ってやることにしたよ。君困っているだろうと思ってさ。僕は君の味方だよ。味方？笑っちゃうね。異世界転生とか夢見させておいて、結局ゲームオーバー。浮かれた俺を見るのは楽しかったか？全く信用できないね。困ったなあ。ま、とりあえず助言させてくれよ。いたよ、いた生前に。助言つって俺を誘惑するやつ。いやいや、心の持ちようでどうにかなる時期はとっくに過ぎたんだよ。ポジティブになったところで絶望が加算されて戻ってくるだけさ。今みたいにな。勘違いしないでくれよ。前世じゃなくて今の話をしてるんだから。じゃあこの姿は？君の精神体だよ。肉体は無事だ。なら目が覚めてもこのクソみたいな体に戻るわけじゃない。イエス。目が覚めれば君の体は元通りだ。そうか、夢か。驚いたね。精神体と肉体がここまで違うとは。でどうしようって言うんだよ。異物はうざいから元の世界に戻れっていうのか？まさか。この六面世界以外の場所には僕だって送り返せないよ。はあ、ってことはあんたが俺をこの世界に転生させたわけじゃないのか？まあね、そういうのは悪い竜神の得意とするところさ。龙神悪い竜神不会是上一集那个聞くかい助言。聞かない。龙眼睛的人吧？どうしてだい。うさんくさい。信じてくれよ。最初の一回だけでいいからな。なんだよその先っぽだけでいいからみたいのは。絶対騙そうとしてるだろ。参ったな。とはいえこのままだと君死んじゃうよ。死ぬ？なんで？まあ大陸って過酷な土地だもん。食べ物だってほとんどないし、魔物はいっぱいいるし、やっていけるかな。哦，就是他们被吸进去的地方吗？何それ？君はね、大規模な魔力災害に巻き込まれて転移したの。魔力災害？あの光のことか。只是灾害吗？不是人为的吗？あるのかい？知らない危険な土地で生きていく自信。这像是转到另外一个异世界了。分かったよ、分かりました。助言でも何でも勝手にすればいいだろ。はいはい。ではルーデウスよ、よくお聞きなさい。目が覚めたら近くに男がいるでしょう。その男を頼るのです。そして彼を助けるのです。那他跟基列奴他们没在一起啊？他不想回到之前那个身体。哦，在一起。啊，基列奴分开了。哦，这就是那个什么斯佩什么魔族。斯佩鲁。
他们肯定不是坏的，要不然的话，人神为什么说他要去依赖他，帮助他？这是什么历史吗？哦，是不是魔神语啊？お前たちは空から降ってきた。人族の子供はひ弱だ。焚き火を作って体を温めておいた。暗示を助けていただいたんですね。ありがとうございます。ところで、もう一人近くにいませんでしたか？従属の。俺が見つけたのはお前たち二人だけだ。哦，激烈奴，别有危险啊！俺を見ても怖くないのか？助けていただいた方を怖がるのは失礼ですよ。お前は不思議な。他肯定被排挤了。僕はルーデウス・グレイラットです。ルイジェルド・スペルティアだ。什么？隣、失礼します。哦，还挺 sweet。ここはどこですか？マ大陸の北東、ビエゴヤ地方。东北不冷吗？随分と遠いところに来てしまいました。ここから中央大陸に帰るのにどのくらいかかるのやら。お前たちはなぜこんなところにいる？それがどうやら大きな魔力災害に巻き込まれたみたいでして。安心しろ。必ず故郷まで送り届けてやる。所以鲁迪要帮助他什么？ここで放り出したとあってはスペルドの誇りに傷がつく。哦，もっとも傷だらけの誇りだがな。被陷害了。おはようございます。こちらは。哦，好可爱啊，爱丽丝。哦，他还是下意识的会依赖激烈奴。あれが普通の反応だ。僕は異常ですか？異常だ。だが悪くはない。ボレアセ・グレイラットです。エリス・ボボボレアス・グレイラット。違うわよ。ボンレアセ、ちょっと噛んだだけよ。哦，还挺可爱的す。まん。ルイジェルド・スペルティアだ。話が通じればみんな友達になれるんですよ。お母様ったら嘘ばっかり。早く寝ないとスペルド族に食べられちゃうわね。鲁迪妈妈也说过寝たふ。りをしていたんですね。バカにしないでよ。ルイジェルドさんは頼めば友達になってくれるかもです。でもルイジェルドさんからもお願いします。おおう、エリス、よろしく頼む。しょうがないわね。友達になってあげるわ。というわ爱丽けで丝就是很好影夜の間に响。2人は仲良くなった。物おじしなくなっていくエリスが失礼なこと言ってもルイジェルドはさらりと受け流している。誰だよ、スペルド族は切れやすいって噂を流したやつ。突然の見知らぬ土地、これから長い旅になるのだろうか。エリス、ちゃんと送り届けないとな。还有激烈奴。这是那个龙在的地儿吗？哇！
这音乐。他拿着的是个什么？哦，变水太方便了。这么大乌龟吗？絶対に動くなと言っただろう。どうして見えないのに魔物がいるって分かったのよ。額にある目のおかげで俺には見える。便利ね。こんなものはない方那がいい。像基列奴那种眼睛呢？感觉他也能看到一些普通的看不到的。そうもいかんさ。冗談だよな。剣さえあれば私も戦えるわ。僕も少しくらい魔術で助けられます。爱丽丝剑术还是可以的子供は。余計な心配をするな。お前は兄のそばにいて守ってもらえばいい。誰が兄よ。私の方がお姉さんなんだからね。そうだったか、すまん。哀れ、ルイジェルド。見えてきたぞ。村ね。像蒙古 이어 包。 호이파 와코 크아보 이토 크라나 케카 안직사지 이긴 제이냐 칸톤 아야크아니 로인 그와라 인루이 크세위비 라카무사 그게 와차 보까 ねえ、何話してるのよ。僕らが怪しいから村に入れられないんですって。ファロインセナ他们眼睛是不一样的。オサを呼ぶそうだ。話せば通してもらえるだろう。電話だ。ミグルド族は離れていても会話ができる。ミグルド族。 이하이 쿠우 지라피와 他们都是这个发色。周囲ウククコナルーデウスグレイラット。学外语多重要。勉強しておいてよかった。オサのロックスです。お、その首飾りどこで手に入れなさった？ Loxi，他是不是知道？わかるんかい。師匠にもらいました。因为是魔族。師匠。名前はロキシー。ロキシ也是他们这个族的，一样的头发。ロキシロキシイントタクサギレイ。他这么老。ここロキシーの実家かい。爱丽丝她就是很喜欢冒险的故事，之前也是。よく見ると亀の甲羅よ。ロキシーが1人、ロキシーが2人、ロキシーが3人、4人。落ち着け。这是神は。ロキシ草軍ゼグゾノルトさオザーリライバイゾータイ。20年って。イミグルドイハイカドライ北クライはやべに。連絡さエンザやアヤクアヤキウイイワイセコアをラクサアヤルイアヤネナネロキシゼイゼワンゼクエウキクサザマにヤミシ但是被王子性侵扰。ウラジはイルワセクシュンマをウラジはアリコはインクシンザお父さん。已经都叫。無事だと知ったら泣いてくれるんだろうか。なるほど。我々も昨晩流星があちこちに飛んでゆくのを見て異変を感じておりました。ごちそうさまでした。どうしたものか。おう、
他们真的都有戴这个项链儿。仲がよろしいですな。それはもう。それでどうやって帰るつもりかね。俺がついていく。二人だけにはしない。ついて行ってどうするつもりかね。どうもこうもない。俺が二人を守り、無事に故郷へ送り届ける。お主、町に入れんじゃろは？町に入れない？何かあれば二人を。歧视他们。そこにいる奴らを皆殺しにしてでも。相変わらず子供のことになると見境がないの。そやつを助けたのは10年ほど前じゃったか。しかしその強引さでお主の目的は達成できるのかな。その目的というのは何なんですか？ルイジェルド殿にはスペルド族の悪評を取り除きたいという目的があるのだ。太难了。それは如果他还是一个人的话無理そう，だ。这就是为什么人神说スペルド族への恐怖は鲁迪要帮おそらくこの他世，界に根付いているんだろう。可能就是在帮这个事儿。エリスがあんなに怯えるほどに。でもスペルド族が戦争で敵味方区別なく襲ったというのは本当のことなんですよね。違う。事実ではない。あれはラプラスの陰謀だ。突然吓人。ラプラス？奴は俺たちを裏切った。詳しく聞いても。果然是有蹊跷在里面。そこからルイジェルドが話し始めたのは歴史の裏側の話だった。槍ですか？ああ、戦争中俺たちは奴から槍を与えられた。就是他现在拿的这种长枪了槍は。スペルド族の魂。それを捨てて他の槍を使うことはできないという者もいた。400年前の戦争、魔族を統一し人族から権利を勝ち取った英雄ラプラス、配下として共に戦ったスペルド族。与えられた栄誉の槍をルイジェルドたちは結局受け取った。その槍は強力だった。アダナス敵がいないと思えるほどに。しかし可能会反噬。異変が起き始めた。俺たちはいつから就是被か敵味方长枪有点関係なく控制了。周囲の者たちを襲い出すようになったのだ。だが誰も疑問に思わなかった。誰もその変化に気づかなかった。やがて俺たちは目に見えるもの全てを殺すようになった。そして最後には親を殺し、妻を殺し、兄弟を殺し、己の子供を刺し殺した。所以他格外珍惜小孩儿。この槍は俺を呪いから救い出すために命を投げ出した息子の魂だ。天哪！スペルド族の悪評は迂闊にラプラスを信じ呪われた槍を受け取ってしまった。俺たちへの罰だ。だからこそ戦士たちの長として俺がそれをなくさなければならない。400年ずっと一人ぼっちだったのだろうか。他没有家人了，無念だったのだろうか。也没有像这样的やるせ部落なかった。のだろうか。後悔か。这个镜头真的可以，又回到他自己前世的样子。わかりました。人族の子供の俺が手伝えば変化があるかもしれません。お手伝いします。約束しましょう。できる限りのことはすると。ああ、这是命中注定的相遇。如果鲁迪真的只是小孩子思维的话，还真办不成这事儿。安族に？ウェイバギー、
他们看着都好小啊。師匠のお母さんインパネ。山も楽先生く赤くい Loxy 看着也不像40多岁。デュリクロキシーソガエグザーラ岩井フェウクワクワサクソソクドルオサ。あ不笑親死指。でヘケンズイアオヤウドランタわくドラはおっとロキシーンジラクオンザゾクンザキヤンジラクオザ。ご好意感謝いたしますわフレイクレイクセイサ爱丽丝真的太可爱了。俺は哦，正好他有他的剑了。生前の俺ならあの話を聞いても鼻で笑っていただろう。哇，这小提琴，でも昨べ俺は信じることに決めた。爱丽丝，あの話があっさり心に響いたのだ。街の外では守ってもらい、中では助ける。ギブアンドテイクだ。ルイジェルドさん、これからもよろしくお願いします。哦。这一集真的是有一种完全全新的故事线要开始的感觉，最开始出现那个人神说什么6面世界，我就在想之前那个漩涡是不是有6个，就每一个通道都是其中一个世界，这样基列奴可能就是被传送到另外一个漩涡里了。还有上集那个戴面具的那个哥们儿，他可能也是。不知道他会不会跟基列奴在一起，但是可能就是每一个漩涡都是一个通道。我还挺惊讶鲁迪的这个转生是人为操作的，就还真的是背后有一个机制在的。因为一般情况下，我感觉就是这种事情都不会真的去讲它是怎么发生的，只是它发生了，为了剧情。龙神应该就是上一集那个有龙眼睛的那哥们儿，他还挺帅的，没想到他可能是坏的。如果龙神真能操控转生转世这种事情的话，那也太厉害了。那这样的话，可能就不只有鲁迪一个人转世了。鲁迪刚醒来的时候，就是他看到那壁画的那个镜头，像2个巨型变异物种，在底部比较矮的可能就是人类，或者他们拿着那个长枪，说不定他们也是斯佩鲁德族的。还挺喜欢这个新出场的瑞杰路德，感觉他贼实诚，也不太会开玩笑的样子，但是感觉很可靠。我很喜欢这一集，它展现了很多他们这个所在地儿的这个地貌，因为这个环境完全就是不同于他们之前所在的城市哦。对，根据人神说的，其实这一片大陆大部分地方还是比较荒芜、贫穷的感觉。就更能体现出，在城市里面住着的那群人类，完全区别于这些住在比较边缘地带的魔族部落，还有像斯佩鲁德他们这样的被歧视的、被污名化的种族。就是这一片黄色的天空，真的就是让我莫名想到《周周》第4部。瑞杰路德他用他的长枪打倒的那个像是3个头的乌龟，感觉他的那个龟壳好像就是他们这个村庄的那个房顶儿。我感觉现在已经出现非常多很有意思的眼睛。斯佩鲁德族他们这个眼睛是能看到魔物，那基列奴被挡着那个异瞳是能看到魔力值。但上集那个粉头发的那个魔族还不知道他的眼睛能怎么用，应该是跟基列奴他们是不一样的，因为基列奴他还要挡住，可能就是太消耗魔力了。还有就是上一集龙眼的那个哥们儿，他那个眼睛感觉像是能跟龙像对话一样了。感觉瑞杰路德他那个眼睛也有点龙的那种感觉，但只不过是绿色的。而且瑞杰路德看上去是用他的那个眼睛还去恐吓了一下 Loxy 的家人，可能就是他们虽然都是魔族，但是这个实力差距、地位什么都还是也有区别的。而他们居然能用念力来交流，这也太厉害了！不知道是只是魔族之间可以这样的，还是说这是谁都可以能习得的。
虽然之前就已经觉得那不拉斯那些传奇什么之类的就比较蹊跷吧，但它确实是有统一了魔族。那魔族应该就是像斯费鲁德或者说 Luxie 他们这种，应该还有很多其他的魔族的种类。但是拉普拉斯他明明都已经统一了魔族了，已经是个英雄了，却在这个时候出尔反尔背叛。本来我就是在想，他是不是有可能跟人族或者是其他的种族有交易或者阴谋在里面？但是最后他也是被佩尔基乌斯斯乌基给打倒了。那佩尔基乌斯也是什么龙王？那他那个龙王跟上集那个龙眼睛是同一个种族？瑞杰路德他那小坎肩儿挺有特色的，两边都是写了像 S 一样，应该就是他们这个种族斯佩鲁德的首字母。在听完了瑞杰路德的这个往事之后，马上就联想到自己，甚至就是映出了他自己本身精神体的模样，肯定是非常能理解瑞杰路德这样孤身一人的感觉的。就像他也能跟斯路菲这样被边缘化、被霸凌的人感同身受一样。他会通过自己前世的生命经验去共情。最后 Luxie 家人给鲁伊的那个钱还挺有意思的，就真的很像那种古代纸币还没发明出来的时候，人们都是用那种像以物换物，或者就是这种像是贝壳呀，就是用这种类似的原材料去充当货币的作用。真的还蛮期待看到之后瑞杰路德他的旅程的，因为还很难想象到底怎么样才能去除这种根深蒂固的种族人种之间的这个隔阂和仇恨。那这期节目到此结束了，我们下次再见，拜拜。